さんこんにちは。今日の動画ではランチを食べに行きます。でもお店に入れなくてたくさん歩きます。楽しんでみてください。川がありますよ。ちょっと汚い感じですね。段ボールが落ちています。川の横のフレンチのお店に行きます。ナチュラルフレンチ全と書いてあります。では行きましょう。はい、こんにちは。予約書がないんですけど。すいません、完全予約なんだ。あ、そうなんだ。はい、じゃあまた今度来ます。予約制か。そうか。完全予約も予約制も予約がないと入れないという意味です。予約を取ればよかったです。このすぐ近くの天ぷら屋さんに行くことにしました。もう見えます。あのお店です。入り口はこちらですね。花がきれいです。なんと満席と書いてありました。満席というのは席がいっぱいで入れないことです。2軒とも入れなかったので駅の方まで歩くことにしました。郵便局がありました。これは郵便局のマークです。あの信号を渡って左に行きます。橋が見えてきましたね。ということは川があります。あまりきれいな川ではありませんね。さっきより大きい橋が見えてきました。川もさっきより大きいですね。川の横を曲がります。面白そうな細い道ですね。ここは昔小学校でした。今は市役所になっています。ここに小学校だった時の名前が書いてあります。少し広い道に出ました。ここは車でよく通ります。でも歩いたことはありませんでした。歩くと周りがよく見えて楽しいです。大きい通りに出ました。あの大きい建物は
新しい市役所です。さっきの小学校の市役所とは全然違いますね。木の緑がとってもきれいです。あの女の人が指しているのは日傘です。暑い時や日焼けをしたくない時に使います。日焼けというのは太陽の光で肌が赤くなった後黒くなることです。日本では日傘を使う女性は多いです。最近は日傘を使う男性もいます。お昼を食べたいと思っている店に着きました。でも閉まっていました。特に理由は書いてないですね。残念です。この辺に新しくできた観光地があるので行ってみます。この花は新しくお店を出した時にプレゼントする花です。ここは果物を使ったデザートのお店です。あそこにもプレゼントの花がありますね。ここはクレープ屋さんです。今度食べに来てみます。道を渡った先にも何軒かお店がありました。そしてここは広場になっています。天気のいい日は気持ちが良さそうです。端まで来たので戻りましょう。このお店では活版印刷の体験ができるみたいです。活版印刷っていうのは文字などが飛び出ていて、そこにインクをつけて印刷するものです。その隣はクラフトビールのお店です。昼はやっていません。お店がやってるというのはお店が開いているという意味です。そしてここは料理のおいしい居酒屋です。ここも夜しかやってません。この道が終わってしまいました。別のイタリアンのお店に行ってみることにしました。この花屋さんのフォントは昔っぽいです。その隣は韓国料理のお店です。ランチを食べようと思ったのはあのビルの1階のお店です。昼はやってないみたいです。
次のお店に行きましょう。もう1時間半ぐらい歩いています。だいぶお腹が空いてきました。ここは着物のお店です。こちらの素敵な建物はギャラリーです。道の両側にいろいろなお店がある場所を商店街と言います。ただ、商店街に来る人の数は減っています。車で遠くの大きいお店に行ってしまうからです。次のお店が見えてきました。ここはやっています。入りましょう。こんにちは。2人なんですけど。はい。はい。窓際は窓のそばという意味です。やっとお昼が食べられます。はい、ありがとうございます。すごいね、チーズバーガーがちょっと品切れになっちゃいました。わかりました。申し訳ない。品切れというのは品物が切れている、つまりないということです。お店でよく使う言葉です。決まりですか？はい、じゃあまず飲み物なんですけど、はい。まずこの白のグラスワイン、グラスワイン。はい、それとイーストホワイト、イーストホワイト。はい、それとパワーサラダ、パワーサラダ。はい、にトッピングで、豆腐ナゲット、豆腐ナゲットと。はい、それとバンズ、バンズ。はい、はい。こちらドレッシングどちらになさいますか？人人参で。参ドレッシンはい。グでかしこまりました。で、あとはフルーントバーガー、フルートバーガー。あ、じゃあ以上で。はい、以上でかしこまりました。このお店はビーガンのお店です。肉などは使っていません。私はビーガンではありませんが、これはとっても美味しかったです。お会計をします。4540円いただきます。カードでもいいですか？もちろんはい。です。はい、お願いします。はいはい、じゃあすいません、暗証番号お願いします。暗証番号という言葉はよく使います。はい、ありがとうございます。はいお借りいただいて大丈夫です。レシートご利用になりますか？はい、お願いします。レシートご利用になりますかは、レシートはいりますかという意味です。買い物の時によく聞かれます。はい、ありがとうございます。ごちそうさまです。ありがとうございました。とても美味しいお店です。ビーガンの方におすすめです。次は同じ商店街でお菓子を買います。ここです。三枝豆店と言います。ここには昔からあるお菓子が売っています。これを買います。これ、かわいいですね。これも買います。こんなのもありました。おむすび
というのはおにぎりのことです。はい、すいません。これお願いします。この2つだけ別の袋に入れてもらっていいですか？はい、大丈夫ですよ。これだけご一緒でいいですか？はい。はい。人にあげる分を別の袋に入れてもらいます。1327円です。すみません、5500円でお願いします。 500円おはい。預かりいただきます。はい、どうも。はい、ありがとうございます。素敵な袋だね。ありがとうございます。4173円。気をつけて。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。いいお店でした。次はいつもの花屋さんに行きます。これパイナップルみたい。めっちゃ可愛い。これめっちゃいいと思うよ。これめっちゃ可愛い。ねえ、これネギみたい。何これ、可愛いね。いろいろ可愛い植物が売っています。こんにちは。はい、こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。この重さ、はい覚えておいてくれ。これが本当に今たっぷりの状態なんで、もう本当に軽くなってるお水あげればいいと思います。じゃあ、ちょっと乾いたぐらいだと、全然あげる必要がないので、あげすぎの方が腐るので、はい。はい。ここにカなしがいます。カなしが持っているお皿を杯と言います。お酒を飲むためのものです。杯にコインを置くと、まず700円。はい。飲めなかった。さあ、次は飲めるでしょうか。すいません。じゃあ気をつけて。はい。飲めましたね。この歯が気持ち悪いですね。これは面白いですね。この花屋さんが出てくる動画、ぜひ見てみてください。さっき通った道を戻ります。ここには本屋さんがあります。その横は何でしょうか。素敵そうな空間ですね。そしてここは息子のサッカーの友達のお父さんがやっているワインバーです。その隣には着物のお店がまたありますね。さっきお昼にやっていなかったお店のビルの前を左に曲がります。通りの雰囲気が昔っぽいです。ここはスーパーですね。目の前の看板にチェジュ島って書いてありますね。こんなところにチェジュ島があるとは面白いですね。この辺は夜しかやっていないお店が多そうです。ちょっと大きい通りに出てきました。ここにホテルがあります。ここは雰囲気がとてもいいカフェです。バーもあります。ソファーの上にクッションがたくさん乗っていますね。
一番奥の席にします。そしたらですね、私はうんシルクブレンド。コーヒーで、はい。はい。じゃあ私はカフェをアイスカフェをレド。アイスカフェをそれ、はい。はい、お願いします。で、アフタヌーンティーをはいお願いします。わかりましたアフタヌーンティーが来ました。食べ終わって外に出たら、雨が降っていました。タクシーが来るまでここで待ちます。タクシーが来ました。すいません、お願いします。タクシーを呼ぶのに Go アプリが便利です。32年ほど海外にも行ってまして、あらあら。で去年の9月に帰ってきたばっかりで。どこにいられたんですか？私はタイのバンコクです。あ、バンコクなんですね。もうタイ語も話せるようになったんですか？大クラブ。それは入ってコップンカップしかわかんない。そうです。フレンドリーな運転手さんでした。この前ここからオーストラリア人とアイリッシュ人を乗せたんです。ほあ、ここからですか？はい、武田神社に行ってきたって言って。ああ、なるほど。はい。武田信玄をすごいリスペクトしてるんですって。すごい。山本勘介とかの名前も出てきて、なぜってすごい言ったら、はい。ドイツではい。大河ドラマが見れるんですって。はい。それでめちゃめちゃ見て。はあ、すごい。武田信玄は甲府の有名な武将です。外国の人が知っていると聞いてとっても嬉しかったです。武田信玄に関係する武田神社やお祭りの動画があります。リンクを貼っておきますね。領収書になります。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。コップンカップ。バイデンライブ。あ、すごい。いい一日でした。では、重さを測ります。475.2 グラムですね。スーパーサンクスをくれたチュチュさん、ドッグプレイグループストーリーズさん、ありがとうございました。とっても助かります。Now let me tell you about my course. I really want to help Japanese learners improve their Japanese, and I'd like you to speak with confidence. That's why I created a course to help you improve your pronunciation, rhythm, pitch accent, and intonation. If you want to feel more confident when speaking with Japanese people, please check out my subscription course. You can find the link in the description. Lastly, let me share a comment with you. It's from Eric-san. I just started learning Japanese for a trip to Japan next year and subscribed to your channel for listening practice. I didn't expect to see an episode on fighting wildfires with helicopters in your playlist. I'm from California and we are very experienced with fighting wildfires with planes and helicopters. I also illustrate helicopters here in the US and have several customers in Japan. I'm a bit ashamed to not know Japan had wildfires. Thank you for including this very unique content. Thank you, Eric-san. This video is actually the least popular among my recent videos, so I'm really glad to hear you found it interesting. This is my first time watching fighting with helicopters, which was really moving. I'd love for more people to see this video. And thanks so much to everyone who watched till the end. Hit the like button or share it with your friends. Have a great day everyone and see you in the next video. またね。